見てしまいましたね。私の本当の衣装部屋を。あなたが愛するその桃の肌は、果たして本物でしょうか。今宵、愛しい方が眠りについたなら、その首筋をそっと撫でてごらんなさい。もしや奇妙な結び目が手に触れはいたしませんか。隙間から覗いた名義の金器、押し入れにかけられた抜け殻。風さえも息を潜める深い夜のことでございます。今日の町外れ、霧に包まれた竹林を抜けますれば、地図にも記されることのない謎めいた茶や花火が現れます。その軒先に灯る提灯は赤というよりは、まるで生々しい血の色を見えているかのようでございます。若き侍カイトはその不吉な導きに誘われるまま扉を開けてしまいました。そこには生涯一度として目にしたことのない類まれなる美しさが待ち受けておりました。芸者お雪。彼女が扇を広げますれば、座敷には何とも奇妙な香りが漂い、カイトはまるで魂を抜き取られたかのように、その瞳だけをじっと見つめていたのでございます。カイトは夜な夜なお雪のもとへと酔い詰めました。ですが時が経つにつれ、奇妙な出来事が起き始めます。お雪と夜を共に過ごした翌朝には、カイトの手首に見覚えのないわずかな針の跡が浮かび上がり、その体はまるで千金もの重い石を乗せられたかのように、どっしりと重くなっていたのでございます。何より異様でございましたのは、お雪の肌でございました。灯火に照らされたその肌は、陶器を焼き上げたかのように滑らかでございましたが、彼女が動くたび、その首筋からは、ギーッと、川が引きつるような異怪な摩擦音が聞こえてくるのでございます。それはまるで己の体に合わぬ衣を無理やり着込んでいるかのようなありさまでございました。疑念とは音もなく広がる理のようなものでございます。カイトはもはやその美しさに酔いしれているだけではいられなくなりました。ある夜のこと、彼は酔いつぶれたふりをして、お雪が部屋を立ち去るのをじっと見守っておりました。彼女は音もなく廊下を通り、茶屋の最も奥まった場所にある禁じられた部屋へと向かったのでございます。
隙間から漏れ出す異様なほど静かな無気光。カイトは震える手でわずかに開いた障子の隙間から中を覗き込みました。部屋の中には数十体もの木製の肩台が立ち並び、その上には信じがたいことに人の形をした皮が衣のようにかけられて、木男のもの、幼子のもの、そして老いた老婆のものまで、鏡の前に座したお雪が自らの首筋に手をかけました。バリバリと背筋も凍る音とともに、あの滑らかな肌が裂けてゆきます。皮を完全に脱ぎ捨てたその中から現れましたのは、むき出しの骨と青き炎をまとった古骨の尾を持つ怪異でございました。怪異は脱ぎ捨てたお雪の皮を愛おしげになぞり探索いたしました。ああ、この皮ももう寿命のようでございますね。新しい世紀が欲しゅうございます。カイトは悲鳴を上げようとしましたが、声が出ません。すでにその正気はお雪との夜を通じて皮を保つための養分として吸い取られていたのでございます。その時、鏡の中の怪異がカイトと目が合いました。いいえ、正確には障子の隙間の向こうにいるカイトをまっすぐに射抜いたのでございます。怪異は瞬く間に再びお雪の顔の皮をかぶりました。ですが焦ったゆえか、狐のような奇怪な瞳と肌を縫い合わせた赤い糸までは隠しきれなかったのでございます。彼女は扉を荒々しく開け放ち、カイトの胸ぐらをつかみ上げました。見てしまいましたね、私の本当の衣装部屋を。カイトは悟りました。己もまた彼女の新たな衣となる運命なのだと。彼女はカイトの耳元で冷ややかにささやきました。案じめさるな、お前の肌はまことに丈夫で美しい。お前が果てようともその枯渇は私と共に永遠に舞い踊るのですから。翌朝、茶や花火は何事もなかったかのように店を開けました。庭先には新しい若き芸者が客を迎えております。ですが、その芸者の動きはどこかぎこちなく、まるで己の体に合わぬ大きな衣をまとっているかのようでございました。愛に溺れし者たちよ、あなたが今抱いているそのもののぬくもりを信じておいでですか。今宵あなたの愛しい方が眠りについたなら、その首筋をそっと撫でてごらんなさい。もしや結び目が手に触れはいたしませんか。今宵の段はここまで。才なる闇の話を望むなら、わさしび